ラの読者モデルやソロのアーティストとして活動しています。今日はグラデーションメイクを紹介したいと思っています。それではレッツスタート。まずはカラコンを入れていきます。今回使ったのはシュガーロリポップシリコンというカラコンで、今まで使ってないカラコンなんですけど、サイズは 14.5mm と私にしてはちょっと小さめなんですが、なんかこのカラコンは韓国カラコンなんですけど、すごい水分とあと酸素の透過率が高くて、実際1回使ったら他のカラコンよりも全然疲れないし、多分充血しちゃうなとか、なんかゴロゴロするみたいな人にも結構おすすめかなと思います。カラーはグリーンのグラデーションです。ベースを塗っていきます。コスビシスの UV ベースクリーム。私 UV ベースクリームとあと UV トップと両方使ってるんですけど、まずは色の薄い方から塗っていきました。これは実際塗ると無色透明って感じなんですが、なんかこう肌に一層膜ができたみたいな感じで、水分もねこれでかなり保湿されると思います。これが塗れたら今度はその上から UV トップクリームを塗りました。こっちは CC クリームみたいな感じで、同じメーカーなんですが、塗るとこの肌の色とかが均一になっていて、この後私パウダーしか塗らないので実質ファンデーションみたいな感じで使っています。で、真ん中から伸ばすように外側に塗っていくとクリームが余らずに綺麗にムラなく塗ることができます。次に使ったのがコンシーラー、資生堂のスポッツカバーファウンデーションの S100 というカラーです。このコンシーラーが一番明るい色なんですね。多分ね、普通の肌の人は本当この S100 っていうカラーが大体合うと思います。コスメのレビューランキングで結構長年1位を取ってるらしくて、コスプレイヤーさんがよくおすすめしたので私も使っています。かなりねいっぱい入ってるので長持ちするし、あとはこうなんか私この目の下の皮膚が薄いので、かなりこう同じような感じでここがね色が出ちゃって困ってる人とか、あとは眉毛の毛穴とかがいつも出ちゃってる人はトントン叩くとかなり綺麗に消えていくと思います。もちろんニキビも消えるし、あと私が使ってるのは小鼻の際、なんか影になりやすいところはこれでちょっと明るさを出してあげるとかなりこの口角の下とかね上がって見えたりするのでおすすめです。ベースが完成したら今度は MAC のパウダーを使っていきます。ミネラライズスキンフィニッシュライトスカベード、木製みたいな感じでちょっとグラデーションの素敵なハイライトカラーになってます。ラメが入ってて結構パールがかってるので、全体に薄く伸ばしていくと肌がツヤっと見せてくれます。これ結構リピートしてます。このパウダーなんですけど、つける前に量を確認したいので何回かこう全体ブラシに取って手の甲とかでねなじませて 2,3 回こうカラーのムラをなくすような感じでブラシに取ってから顔の中心から外側に向かって叩いていくと綺麗に塗ることができます。で、使う時はねこんな風に大きいブラシを使うのがポイントです。次にハイライトを塗っていきます。使ったのは NYX のラブコントゥアーズオール。このカラーパレットすっごい優秀でほぼ捨て色なしなので私はかなり重宝しているんですが、特にこのハイライトでいつも使う白のカラーは平筆、こういう風な平筆に取って鼻の真ん中一本線引くようにちょっと濃いめにのせていくと鼻が通って見えるので、後からまた凹凸を作りやすくなってます。一応このカラーを、眉間から鼻の先、そして今度は眉間から外側、眉毛の上ですね、一直線に T ゾーンを描いていきまして、さっきコンシーラーを塗った目の下のところ、際からどのぐらいかな、鼻の半分ぐらいまで押さえてます。で、小鼻の際、なんかこう塗り忘れてムラになりそうなところは全部押さえてますね。目の尻の際、それから唇の際で、あとは唇の山の上のところと顎にハイライトのせると、後からこの唇を塗るときにちょっとぷっくり見せることができるので、先にハイライトを置いています。続いてローライトを塗っていきます。同じパレットで3色使いました。この3色です。これを混ぜてまた手の甲に取ってなじませまして、3回ぐらいこうシュシュシュって描いたら色がうっすらつくかなぐらいにパウダーを落としまして、鼻の際を塗っていきます。この時の
ポイントはあんまり上から塗らず、だいたい目頭のところぐらいから下に向かってシュッシュと塗っていきます。鼻の先に向けて塗っていくにつれてちょっと薄くグラデーションを作るのがポイントです。一通り塗り終わったら今度は指を使って上下、それから、鼻の真ん中にハイライトを塗ってるので、ここに被らないように外側に伸ばしていくのがポイントです。そうすることによって鼻のこの一本線を際立たせて左右の際を影で落とすことができるので、うまく山のコントラストができると思います。筆のパウダーがちょっと落ちてきたところで、今度は目頭側に上に向かって塗っていき、ちょっとだけアイホールを強調するような影をつけています。でもう一回筆取ってちょっと色を落としてから、今度は鼻の下ですね。この鼻の先から崖になってるところです。この面を茶色く塗ると、正面から見た時に私この下が見えてるタイプなので、ここ影にするとちょっと鼻がまた高く見えます。で、下のところも塗ることによって、唇の山の上に塗ったハイライトとのコントラストでちょっと陣中が短く見えるんですね。ここ長いよっていう人は塗るといいと思います。あと最後はこの唇の下ですね、影になるところ、ちょっと影もうちょっと強めに塗っていくと、後から唇ぷっくり見せることができます。ちなみになんですけど、このブラシは私全部場所によって分けていて、こんな風に最初に使ったフェイスパウダーの大きいブラシ、次に使った平筆ですね。これハイライト塗った時の平筆です。今使ってるのがこのローライトのブラシなんですけど、これはなんか中くらいのブラシかな、厚みがあるやつです。こんな風に色とあと使う場所によって分けた方が混ざらないし綺麗に使えるし、あとなんかこう適材適所でエッジを効かせることもできるので、毎回こんな風にこんな風にブラシを変えています。ここまでできたらもう一度ハイライトをなぞっていきます。最初に使った白いハイライトと、それプラス、ピンクがかったラメの入っている、ちょっと白っぽいベージュのハイライトを混ぜて、また手の甲でなじませて使っていきます。一番最初のハイライトで使った平筆です。でこれをなじませたら、さっきよりは薄めでいいんですけど、なぞるような感じで最初のところ鼻一直線と目の下まぶた、際のところとクマっぽいところを上から叩いていって、唇の上の山、顎で、あと眉毛の際ですね、ちょっと高く見せたいところをなぞっていくとキラキラってなるので綺麗です。最初のハイライトは当たり線みたいなところがあって、結構アバウトに広めに塗ってるんですけど、このラメの入ったピンク味のあるベージュを上から塗ることによってより立体感を出せるというか、後からこうハイライト、ローライトいっぱい塗っていくと思うんですけど、指でこうぼかしたりするので、だんだんね、この際のところが分かんなくなってきたりするので、さらにより立体的に凹凸を出すために私は何回もハイライト、ローライトを使っています。そしてアイシャドウを塗っていきます。使っているのは NYX のウルティメットシャドウパレットです。一番カラフルなやつです。これ何種類か色が出てるんですけど、これが一番捨て色なしでめっちゃ派手で発色良くて、私が好きなパレットです。まずは黄色を塗っていきます。目頭の際から塗っていきました。でブラシで塗るとあんまり色つかないんですけど、今回はグラデーションメイクなので、最初は範囲広めで目頭から下、上をくの字に取っていきます。涙袋の方は半分ぐらいまで引いちゃってると思います。涙袋ある人は結構もう上からカバーするようにがっつり引いちゃってると思います。なんか涙袋少なめの人は筆をねちょっと横に置いたりして、だいたい 2,3 ミリかなぐらいの目安で引いていってほしいです。一通り大雑把にブラシで塗ることができたら、今度は黄色を指に取って、さっき自分がブラシで引いた線の上を叩くように色を置いていきます。こうすることによって指の方がね発色がよくつくので、大失敗することなくうまくグラデーションを作ることができるかと思います。なるべく際側から指は塗っていくことがポイントです。今度は黄色とオレンジの中間みたいな色を使っていきます。この色はライトイエローよりもだいぶ黄色っぽいので、指に取ってまぶたの、真ん中から
内側外側に伸ばすような感じで塗っていっています。ポイントとしてはやっぱり指で塗ると結構発色がね良すぎたりするので、なるべくまぶたの際とかね真ん中の方から外側に向かって塗っていくとうまくグラデーションが作れます。先ほど塗った黄色の上半分ぐらいにかぶせるように外側からなじませていって、あとはアイホールのところを通って外側にうまく広げていって伸ばしていくと綺麗に塗れるかと思います。今度は蛍光色っぽいオレンジを塗っていきます。こちらのオレンジは実際塗ると本当になんかみかんみたいな色なんですけど、目尻側に向かってねグラデーションを作るように塗っていきます。この場合も、目尻からちょっと手前かな、自分の黒目の際ぐらいからポンって置いて左右に伸ばしていくような感じで際まできっちり塗っていきます。でこの辺まで来ると多分アイホールのねアウトラインがガタガタになってきちゃうかと思うんですが、なるべく隣と合わせるような感じで最終的には自分の目尻1センチぐらいのところでこう丸く落ち着くようにイメージをしながら塗っていくと綺麗に仕上がると思います。次に使うのはこちらのピンクです。今までの色よりもちょっとだけ少なめに指先に取りまして、自分の本当の目尻のところからポンと置いて上下に伸ばすような感じで外側に向かって塗っていきました。さっき塗ったオレンジの半分ぐらいに内側からかぶせるようなイメージで広げていきます。このピンクが最後のアウトラインになると思うので、うまくこの最初の黄色オレンジからつなげていくように丸を描いて、で目尻側はねちょっと垂れさせながら内側に向かってグラデーションを作っていきます。下まぶたは気持ち塗る程度で、後からもう一色のせるので真ん中を開けるようにして目尻3分の1ぐらいまで塗っていきました。最後に使うのはこちらの赤です。でこれもまた指先に少しだけ取って下まぶた真ん中にポンと置いてから左右にうっすら伸ばすように塗っていきました。これで一番最初にのせた黄色、それから、さっきのせたばっかりとピンクとつなげるグラデーションを作っていきます。でポイントとしてはピンクと赤の方が色が近いので、どちらかというと目尻のピンクに寄せるような感じで色をのせていくと綺麗なグラデーションになります。黄色はあまりくっつきすぎず、自分の、黒目のところで執着するようなイメージを作ると綺麗な色相感ができるかなと思います。次はライナーを引いていきます。三吉のステージライナーのホワイトです。これをうまいことこう筆の先だけに白をつけるようなイメージで調節しまして、自分の目の真ん中ぐらいから目尻に向かって目の際を離すようにしてチュルンと外側にキャットラインを描いていきました。なるべく際目のところから始まって山を描くように上を通りまして、そこから目尻3分の1ぐらいのところで下げて、自分の本当の目の外側の際のところからピッと跳ねていくとうまくキャットラインを引くことができます。アイライナーで使うのはこちらアーバンディケイの Perversion という、黒のライナーです。これを使って、まずは目の真ん中から線を引いていきます。さっきホワイトのライナーを引いたところの、一層内側ですね、目の際からホワイトの間までを埋めるようにまずは線を引いていきます。この時に特に目尻は本当にこのフェルトペンタイプって硬くて描きにくいので、ググッとこう引っ張って固定をした方が良いと思います。でこのままホワイトのライナーに密接するような感じで引いていって、で目尻に向かって線が下がってるのでそれも同じように下げて引いていき、目の際を通ってキャットラインは、ホワイトのアイライナーの一層下を跳ねていきます。目尻を今描いたんですけど、目頭に向かう時は、際をねなるべく引くようにしていくと、引きすぎて後からね消さなきゃいけないとかってなると大変なので、なるべく内側の際引いて一回確認して描いて足していくと綺麗に仕上げることができます。次に使うのは、また同じくアーバンディケイのレイザーシャープというリキッドアイライナーです。これは私ナチュラルなメイクの時には普通にライナーで使うんですが、今回のように派手なメイクをする時には目のね下のアイラインを引く時にちょっと影っぽくシャドウよりもくっきり描くことができるので、目のね目尻の際をちょっと開けて真ん中ぐらいまでグラデーションで細くなるように引いています。この時に目尻の際を開ける、それから目尻の下際からも少し離して描き始めて、
で真ん中まで行くにつれて際に沿っていくっていう風にするとすごく目がね大きく見えるのでとてもおすすめです。もう一個使うのがまたまたアーバンディケイのヘビーメタルというラメのリキッドです。たっぷり筆に取って適当に目頭側から目尻に向かって2回ぐらいアイライナーの上をなぞっています。そうすると元の色は透明で本当に純粋にラメだけがつくので角度によってこうアイラインがねキラキラと光るような感じに仕上げてくれます。そして、目のグラデーションをさらに統一させるためにマックのダズルシャドウの、ラストダンスというカラーを大雑把に指にガッと取って手の甲でなじませてから目頭から目尻で目尻から目頭まで一周塗りました。ついでに鼻の高いところとか頬骨の高いところなんかにものせてあげると顔全体に統一感が出てラメにもいろんな種類があるので綺麗に顔全体を明るく見せてくれます。そしてマスカラを塗っていきました。使ったのはキャンメイク極太マスカラのブラックです。これを上まつげに2周ぐらいかなこう整いながら塗っていきまして全体を伸ばしていき今度は下まつげもちょっとずつギザギザしながら塗っていくととても塗りやすいです。ちなみに下まつげとか結構失敗しやすい人がいると思うんですけどブラシをですね固定しまして真ん中の方とかはこう顔を動かして塗るとなんかねなぜかブラシを動かすよりも失敗する率が低くて裏技かもしれないです。ぜひ試してみてください。次につけまつげを使っていきます。使っているのはドーリーウィンクのスイートガーリー緑の2番のやつです。目尻から3分の2ぐらいのところでカットしたものを使っています。垂れ目でつけております。ドーリーウィンクすごく芯が柔らかくてしかも透明なんですよ。だから結構密着して使うことができるので私はもう何年もリピートをしています。次は眉毛を塗っていきます。使うのは先ほどアイシャドウで使ったNYXウルティメットシャドウパレットのイエローです。ライトイエローとあとは濃いイエローと両方を混ぜて使っています。ある程度またブラシになじませてから目のね真ん中ぐらいかな。私全然眉毛ないんですよ。なんでどんどんここから描いていくであろうポイントに当たりをつけるような感じで眉毛から広めにね外側に向かって伸ばしていきます。結構濃いめにつけることがポイントで後からブラウンを重ねるのでそれに負けないように黄色のせていきました。まずはこう目の真ん中から後ろに上げていって最後の方はブラウンにお任せしようかなという感じなので広めにピッピッと適当に上げてます。そこから目頭を今度は描いていってで、真ん中とつなげるような感じで上下ともにちょっと広めに取って塗っています。黄色を描いたらその上からブラウンを塗っていきます。NYXラブコントゥアーズオールのブラウンです。ちょっと明るめですね。同じような色だったらもう何でもいいです。むしろペンシルとかの方がねもしかしたら楽だよっていう人がいるかもしれないのでそういうとこは適当に自分の好きなように使ってください。この時使ってるブラシは一番小さくて、斜めにカットしてあるブラシを使っているんですがこれが一番ブラシの可動域が狭くて濃いめに塗れるのでブラウンとかねブラックとかシャドウの際とかね塗る時に使っています。眉毛の真ん中から外側に向かって斜めに描いていきます。この時自分の描くはずの眉毛の一番底辺をイメージしながら描いていくと綺麗に仕上がると思います。際を塗っているんだよっていう意識で描いていってください。ちょっと上がってきたら今度は山を描きます。自分の眉毛になるであろうところの一番上の辺をピピッと1センチぐらい塗っていきそこから目尻を少し下げるように一直線シュッと描いていきました。目尻はあんまり強く描きすぎると収集がつかなくてどこが濃くて薄いのか分かんなくなっちゃうのでここは結構もうなんかシュッと一発描いたところを何回かなぞるぐらいで十分だと思います。今度は目の中心側の一番上の辺を描いていきます。ここはうっすらで大丈夫です。あんまり濃く描きすぎるともう目の中心が重たくなってしまってもうがっつりノーズシャドウとつながってる人みたいになっちゃうのでここは薄めに目頭に向かってシュッシュッシュッと筆を動かしていってちょっとだけ指でぼかしてあげると自然に仕上げることができます。眉毛描いたらちょっとその取った色を続きで
ついでにこの目頭側の鼻の際のローライトを足しておきます。結構シャドウとか眉毛とかでいろいろこう動かしてしまったので、また際がぼやけているかなと思います。そこを細いブラシ、硬いブラシでシュシュシュッとなぞってあげると、さらに目がねくっきりして眉毛とのつながりもできるし、あとは目のねこのなんていうんですか、黄色のハイライト的なものの際もきっちりかけて凹凸が見えてくると思います。そしたらまたラブコントゥアーゾールの白のハイライトで先ほど塗ったハイライトの上をまたなぞっていきます。この時は最初ほど広く塗らずに平筆をちょっと縦に使ったりしながらポイントで高さを出していきます。筆から手の甲にパウダーを落としまして、眉間から鼻先に向かって鼻の先を重点的に塗りました。そこから落ちかけてた唇の山のところ塗って、顎先も少し塗って、でアイシャドウを塗ったのでちょっとボケたりしてる際のところをもう一度ハイライトではっきり塗っていき、あとは眉毛も描いたのでね、眉毛とアイシャドウの間をはっきりさせるためにこの白で際を描いていきました。かなり綺麗に仕上がったんじゃないでしょうか。この時アイシャドウがボケたりとか、あとは眉毛のね下があんまり綺麗じゃなかったとしても、このハイライトを際に塗ることによって結構きっちり分けることができます。次に使うのはエチュードハウスのキラッと涙パウダー9番のピンクパールというカラーです。これ結構長い間使ってるんですけど、おすすめのパウダーです。平筆に取っていき、横にしてね真ん中に1本線を引いていきます。パウダー自体にカラーはなくて、ただのパールのラメパウダーなので、角度によってこう面がキラッと光るのが可愛いかなと思って、ハイライトのさらに一番高いところにいつも使っています。なんで鼻の真ん中一直線、そして唇の山の上のところ、本当に際のところですね、ポンポンポンと塗ってちょっとぼかしていき、あとは顎に広めに取って指でぼかしました。それからちょっとだけ多分この頬骨のところとかにものせると、後からいろんな種類のラメが光って綺麗に見えると思います。ハイライトの最後に使うのはエチュードハウスプレイ101ペンシルの4番です。さっきエチュードハウスのキラッと涙パウダーを塗ったところの先端の際とかにポイントで使うと、かなりこうエッジが効いてくるので、もうなんか本当に絵を描いてる時の一番上の白みたいな感じでツヤっとシャープに見せてくれます。私が使ったのは鼻の先 U 字ですね。それから、目の目頭の際くの字に使ってます。で、唇の山のところの一番本当に際のところに M 字に引いていて、あとは顎の先端にサッサッサッと3本ぐらい線を引いて、ちょっとポン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 と押さえております。でこれでかなりハイライトローライトはくっきりしてると思います。リップを塗っていきます。リップに使うのはこちら NYX のベルベットマットリップスティックの7番です。これすごい綺麗なプラムというか、なんだろう、ビビッドなピンクですね。これを、唇の内側から徐々に広げていくように塗っていき、先端を使って上の山、そして際、下唇ちょっとオーバー気味に塗るみたいな感じで塗っていき、特にねサイドはオーバーしすぎるとなんかオーバーキューみたいになっちゃうので、サイドはちょっとだけ際に残していって、で後から口を若干広げて内側のところをこの側面を使ってね塗っていって、まんまんまってやるととても綺麗にリップを塗ることができます。最後の仕上げで使っているのがラシャスリップスの色番は333番です。結構素敵なピンクなんですが、実際に塗ると透明感のあるかなりねキャンディーカラーの薄めのピンクになっています。これをショッキングピンクを塗った上から重ねるようにちょっと厚めに塗っていくのがポイントです。このラシャスリップスすっごくなんか香りが歯磨き粉なんですよ。でもなんかこの歯磨き粉の香りとメントールっぽいスースーした感じが唇をよりぷっくり見せてくれる効果があるらしくて、ラメとか何も入ってないんですけど、こうなんかちょっと普通のリップを塗るよりもだいぶ唇がぷくっとこうなんか
ヒアルロン酸でも入れたんですかみたいな感じになるので、かなりおすすめです。はい、顔面ができたので、あとは適当にヘアを結んで、ピンをつけて、そしてアホ毛が立たないように VO5 をシャカッと吹きかけてピッピッてしたら完成です。いかがでしたでしょうか？今日は、カラーパレットを使った可愛いグラデーションメイクを紹介しました。なかなかね、カラフルなメイク、レインボーメイクみたいになってくると、結構配色が難しいよっていう声をよく聞いていたので、今回はね、暖色で統一してグラデーションを作ってみました。同じような感じで多分寒色に置き換えてブルーとかグリーンとかをベースにしたりとか、あとはピンクからの、紫とかね、みんなが多分好きなカラーでもできるかなと思うので、ぜひ皆さんやってみてください。そして、私の告知がありまして、11月23日から25日までの3日間、原宿にあるラフォーレの1階ホヤ塾というストアの7ブランドと私がコラボで商品を出すことになりました。すでにツイッターに告知が上がってるかと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。24日にはインストアイベント、それから購入者を対象にした、オフ会みたいなイベントも企画しております。参加方法はツイッターでチェックしてみてくださいね。さて、他にもたくさんメイク動画上げています。チャンネル登録してこちらからたくさん見てみてください。それでは